皆さん、こんにちは。今年もね、TGS のレポートやっていきましょう。TGS のね、ことなんですが、今年はね、土曜の朝から参加しました。とはいえ、長年のね、経験から、始発で並んでも私有が1回増えるかどうかだったんで、最初から9時半ぐらいに並んで、10時半に会場入りしましたね。ぶっちゃけ待ち時間が辛いっていうのはあるんで、自分にとってはね、体力とかの温存も考えると、これが最高の入り方かなと思ってます。で、混雑状況なんですが、モンハンがあるね、カプコンブース付近が異常だったっていうだけで、正直去年よりかはね、全然快適に移動できましたね。去年はどのホールに行くにも散々な目にあった上に、しかも事前に土曜日分のチケットが完売しているっていうことで、人が多いんじゃないかとかなり身構えてたんですが、そこはね、運が良かったっていうのもあるかもしれませんが、であと経験に基づいてね、空いてる場所とか移動のコツみたいなのも掴んでたんで、今年は結構快適に過ごせましたね。ただ、通路整備みたいなのができてなくって、ホールから出たいときに、いくら歩いてってもなかなか効率よく回れないし、で、立ち止まらないでくださいってスタッフも注意してるんだけど、わざわざブースから離れた場所に立ち止まって写真撮ったりする人が多くて、やっぱそこら辺はね、民度とかもあるんですけど、問題に感じましたね。で、前も言ったんですけど、端っこの方とか、あと、混雑時一部のブースがやってるんですけど、ポール立てたり縄張って、移動と、あと、遠くからでもね、見たい人はここにいてくださいみたいなのがあるんですけど、そうやってね、やっぱ敷居をね、もうちょっとね、作った方がいいんじゃないかなって思います。そういうのでね、ずっとやってると窮屈になっちゃうかもしれないんですけど、とはいえね、本当に急に止まって写真撮ったりして、で、それで、人と人ぶつかったりとか、本当にあるんで、そこら辺が課題ですかね。で、あと、各企業、ちょっと、どういうね、基準でやってるかわかんないんですけど、無線ヘッドホンが多くて、無線ヘッドホンが多い結果、何が起こるかっていうと、混戦して、電波が届かなくて、ゲームの音が聞こえないんですよね。このチャンネルで扱うのだったら、シャドウジェネレーションズなんかはキャラクターがよく喋るゲームだし、で他にも私ちょっと、デバイスの関係で何個かテストプレイっていうかね、体験やってみたんですけど、FPS でよく音が聞こえるやつですみたいなこと言われて、やってみたら、確かに落ち着いんですけど、無線で飛びまくるんで、結局、そのヘッドホンのね、恩恵みたいなのがほとんど分かんなかったみたいなのがあって、そういうところでね、ちょっともったいないことしてるんじゃないかなって思いました。ここからはね、シャドウジェネレーションズの話します。体験版は、セガブースと他に、エイスース、インテル、ガレリア、サムスン、ソニーのブースにあるんですけど、セガ、ソニー、インテルは整理券で、取った人が、その時間に体験する方式ですね。で、私は、朝、インテルに11時ぐらいに並んで、14時半の整理券が取れました。で、セガはね、もう来た時点で整理券終了してたんですけど、最初からもともと私有でね、ここ2年のソニック系の作品が2時間待ちだったんで、2時間ぐらいなら何でもいいんじゃないかと思ってキャンセル待ちの列入ってみたんですよ。そしたらなんとね、開始5分で呼ばれて、まさかのね、始発組と同じぐらいのタイミングでね、このゲームを最速体験することになりました。これに関しては運が良かったですね。で、その後はね、エイススとガレリアのブースでも何回かプレイさせてもらいました。サムスンはね、ちょっと行ってみたんですけど、カプコンの近くで、混みすぎてて、ちょっとね、待つにも大変だったんで断念しました。で、ゲームの出来なんですが、まずね、ソニックジェネレーションズのリマスターやってみたんですけど、検証を十分にする時間がないから、ちょっと微妙なところはあるんですが、走ってみた感じ、全体的に加速のね、異常に乗るようなバグとか、そういうのは修正されている感じはしましたね。で、タイムアタックはその影響でかなり変わってきそうですね。操作感は、ほぼ変更ないと思うんですけど、カラーズアルティメットみたいに、細かく修正されている部分があるかもしれません。で、またクラシックのドロップダッシュは、とりあえず使ってみたんですけど、体験版でできるステージがグリーンヒルとケミカルプラントなんで、ちょっと、これ便利だなって思うところがね、なかったんですよね。速度の乗りはあんまり良くないかなと思いました。せっかくならね、スピードハイウェイかクライシスシティやらせてくれれば、もうちょっとね、なんていうか実用的な評価ができたんですけどね。製品版に期待ですね。で、あとは押しっぱなしでスピンっていうのができるんですけど、ブーストにね、合わせてトリガーでやることになったんで、ちょっと、調子が狂いますね。今まで横のボタンを押すだけだったのに。こっからが聞きたいことがね、たくさんあるよみたいな人も多いと思うんですが、シャドウジェネレーションズになりますね。
1コースは、だいたい初見で全仕掛け使うと5分ぐらいかかりますね。長いです。で、ガード崩しの要素なんかがあって、あと敵を多数相手にしたりとか、で、全体的にギミック移動とか、ドゥームパワーによりね、特殊アクションがパートに組み込まれているっていうのを見ると、過去作で見るとね、ヒーローズとかロストワールドに似ているゲームだなって思ったんですね。とはいえ、それらの作品ってね、ちょっとテンポの悪さとかが指摘されてたんですけど、今回に関してはヘッジホックエンジンで、スタイリッシュでスピーディーにできるようになっているので、なかなかね、いい出来です。本来スタッフはね、こういうことも考えてたんだなっていうのが、ある意味伝わってくるような作品でした。で、コースはね、何かとアクセスできる仕掛けが多くて、普通にプレイするだけでもなんかホーミングカーソルがいっぱい出たりとか、敵にね、このアクション試してみようとかなるんで、楽しいですね。で、注目すべきはね、ボス戦ですかね。バイオリザードとメタルオーバーロードの2つが体験できたんですが、バイオリザードは割と普通のね、戦い方するボスだったんですが、メタルオーバーロードはかなりアドリブがあるボスっていうことでね、面白いですよ。コース上にいろんな仕掛けがあって、これを工夫することでいろいろなタイミングでね、攻撃したり、攻撃方法が変わったりします。で、敵の攻撃も結構激しいんですけど、必ず分かりやすい予備動作があったり、あとカオスコントロールを最悪使うことでね、一部の攻撃が無効化できたりとゲームバランスが絶妙でね、とても面白いボス戦でした。で、ボス戦にいろんな攻略を作ってね、プレイヤーに独自の攻略の色を出させるっていうのはね、かなり面白いゲームですね。で、ここでついでに話したいんですけど、カオスコントロールって、攻撃とかというよりかは、本当一部のギミックに対して使うような前提ですね。ただ当然使ってる間は、停止してあり、超スローモーションになるんで、相手のね、攻撃が激しいなとか、そういう時にやり過ごすためにも、普通に雑に使ってもいいんで、初心者の救済としてもなるし、上手い人だと、そのルート、特定のルートとかをね、開く目的で使っていきます。そういうわけで、アクションの拡張性が結構あるっていうのがね、このゲームの面白いところだなっていうのは、遊んでて思いましたね。で、アクション重視のゲームってことで、ヒーローズとかロストワールドに、なんていうか、可能性を感じたっていうかね、ソニックってこういうところも面白いんだよな、みたいに思えたところがあったら、とっても楽しめると思います。で、次はソニックランブルについてですね。ソニックランブル、スマートフォンで出る最新作なんですけど、こちらはですね、2回試遊できました。試遊はね、スマートフォンでちょっと遊んだ後、PC でやるっていう方針でしたね。試遊の方の内容を言うと、プレイヤーが16人参加して、3ラウンド体験するっていうやつですね。で、操作は、移動以外にジャンプや障害物に対する攻撃、アイテムを使うといったシンプルな操作で、カメラはマニュアルとオートのどちらもありますので、カメラ操作とかする余裕がない人はオートカメラでもね、十分できると思います。一応2回プレイして、オートとマニュアルどっちも試しました。で、プレイ結果は1回目が3位、2回目が12位でした。コースは最大3種ぐらい各ラウンドに出るんですが、経験したところは、最初のラウンドは別のコース行けたんですけど、その後はちょっと被ってしまったんで、一部のルール自体はそもそも触れてない可能性がね、あったりすることだけご理解ください。で、すでに映像でもわかるように、最初はみんなでね、ゴール奥に向かってレースしていきます。で、次のラウンドにね、速い人が攻めるんですけど、順位ボーナス以外にも、リングをその場でね、その場っていうかコースに落ちているのを拾ったり、仕掛けを解いて集めたりもできるんですね。で、もちろん順位が高いほどボーナスリングは多いんですが、すぐにゴールに向かうだけじゃなくて、いかにリングを稼ぎながら進むかっていうのも大事なんですよね。で、2回戦はサバイバル系ですね。崩れる床とか、大きな敵が追っかけてきたり暴れ回っている中、生き残るっていうステージです。体験版で確認できたものは、デスエッグロボが暴れ回る中、生き残るサバイバルゲームと、2D パートを走ってね、バタバタとかから逃げるやつですね。で、私はデスエッグロボのやつを2回やらされました。なんでちょっと 2D パートのやつ期待してたんですけどね、体験できなかったの残念です。で、これもね、ラウンドが中盤ぐらいに進むと、他のプレイヤーに妨害できるアイテムが出てきたりしてね、その大きなボスから逃げるだけじゃなくてね、他のプレイヤーの妨害にも気をつけないといけないみたいな、なかなか緊張感があってね、面白いです。で、第3回戦は、リングを集めるっていうね、ことで、第1ラウンドと第2ラウンドの成績とか、あと、寄り道した割合でリングがあるんですけど、
最終的なね、順位の決定ってリングの数なんですね。で、第3回戦はもうリングを取り合うようなゲームがいっぱいです。迷路のようなステージで、自分でそのペースで集めたり、相手を妨害しに行くかみたいな駆け引きをするゲームと、もっとシンプルに円形のフィールドで、バトルロワイヤルするみたいなやつの2種でしたね。で、迷路の方で、体験したんですけど、実際。これはね、上位のプレイヤーからあえて遠ざかって、で、地道に、なんというか、自分の順位を守った結果、3位が取れたんですね。で、決勝もルール分散するのがね、ワンパターンにならないのは面白いですよね。で、ちなみに体験版は、整列の都合上、負けたら観戦モードで最後まで見守るっていうことは必要だったんですが、観戦をやめるのボタンがあったんで、フォールガイズみたいに負けても次の試合にはね、すぐに行けるんで、そこはね、なんていうか、製品版出たら結構楽しみやすいんじゃないかなと思います。で、これの結論言うと、シンプルな操作でいろいろアクシデントもあるんで、本当誰が最後まで勝てるかわからない、ハラハラなパーティーゲームとしてはね、よくできていると思います。で、似ていると言えるね、フォールガイズとやっぱ決定的に違うのは、順位が絶対じゃなくて、順位に応じた、ボーナスこそあるものの、結局は集めたリングっていうスコアが勝負になるわけですね。で、ラウンド中の行動も特定の相手だけ狙って妨害できたりとかもあるんで、そういうところの戦略が非常に面白いですね。上位が争ってる間、自分がうっかり1位になっちゃったりとかもあってね、本当面白い作品でした。で、ということでね、ゲームショー新作2種の体験をね、レポートしました。発売後はこの2作に関する攻略もしていきますので、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではね、また今後の動画にてお会いしましょう。